手伸ばす。はい、出る。そのまま出る。もちろん。手伸ばす。ストル。はい、いける。もっと腰ぶつけろ。腰を離すな。はい、中に入る。肩入れる。左させてください。制約ぐらい。途中試験だから圧力的にはできなくて、一応したと思う。これそこから早く走れ手伸ばす走る足出す足を取る。肩の力抜いてバシッと下ろす。その歩き丸く残る。一回残る。回らずにしっかり一回踏まれ残れ。腰ぶつける。はい、歩く。足出す。楽に取れるんだから。腰ぶつける。片足から抜いて。もちろん。あそこで我慢しておくから、力つくんだけど。相手を深すの待ってくつけます。
자, 끝. 자, 좋아. 내려. 가만히.
これあと炒め物もあんのこれ。はい。これ唐揚げで多分こっちが炒め物。この唐揚げね。はい。ちゃんこは今日は豚チリで豚チリなんで水だけっすね。おこれちょっとちっといて。これ2個鍋ありますけど、はい。こっち肉じゃが作ってて、でこっち豚の鍋作ってます。すごいサイズ。やっぱ他の部屋より人数多いんで量もすごいですね。あ、そうっすか。そうだと思います。お客さん多い時とか、一番でかい鍋で作るんで、晩に。で、なくなるんで。お塩出しだけで。塩だし、ちょっとだけタレにあ、で、ニンニクと生姜ちょっとだけちょうだい。はい。で、これちょっと揉んで。肉から入れて。結構朝汁さんが割と指示出ししたりする。朝はちゃんこ長稽古してる時が多い。僕今ちょっと怪我であんま稽古できてないんで、それでちょっと手伝いながら。そういうことでもともと料理はちゃんこ長に料理をしてた僕なんで。そうなんですか。そうっす。ちゃんと実は僕の弟子なんで。そうなんだ。僕だから裏のちゃんこ長ですね。裏ボスですね。表にあんま出ないんで。メディアは横道さん、ちゃんこ長が全部やってる。でもこうやって朝は結構あれやね、はい、一緒にやること多いよね。多い。じゃあ元ちゃんこ長でもあるんですか。いや違いますよ。違うんですね。もともと僕自分の親父が料理人してて、でなんか小学生の時になんか毎日料理する毎日じゃないですけど週に1回お前作れみたいな日があって、すごい。それでなんか醤油と酒とみりんの使い方とか、なるほどなるほど。その時に小学校の時に教えてもらって、小学校の時だとみりんのことあんま知らないですか。意味わかんなかったですね。これも入れていい。もうちょっと入れていい。生姜も軽くだけ入れて。親御さんは何系の料理。普通の居酒屋みたいなのをなんかやってたらしくて、僕生まれた時はやってたんですけど、全然ちっちゃい時なんで記憶がなくてですね、いつもちゃんこ長がメニュー決めて、ちゃんこ版のグループラインがあって、こうやって送ってくれるんですよ。すげえ。本当だ。そうです。小学校のもんで。で、モントンのもんで、で、なんか買い出しこれとかいろいろあって、全部こうやってくれるんで、ちゃんこ長がメニュー決めて、仕入れとかいろいろあるんで、でも僕たちはそれに従って料理するだけみたいな感じです。大体前日ぐらいなんですか、料理が。そうっすね、前日に LINE くれるんで、それでもうやっぱ稽古あるんで、朝、その前日に夜に昼の材料切りはしちゃってるんですよ。だから切ってあったんですね。そうだから時短できるんです。玉ねぎは入れていいよ。ニンニクの芽とか。切るのは平井君とかやってるんですか。そうです。ちゃんこ版で版があるんで。そこに多分あっちに紙が。ちゃんこ版っていう紙があるんで。うちの部屋は幕下に上がったらやんなくていいんですよ。あ、そうなんですね。僕幕下なんで本当はやんなくていいんですけど、まあでもやっぱちょっとみんな見ながら、ちょっと協力しながらって感じで。OK です。おい。今日何からですか。今日は白だしの唐揚げですね。白だし。テレビとかでも結構言ってるんですけど、ほんま白だしと軽く生姜とニンニクだけ入れてやる感じなんですけど。醤油とかあんま使わないんですか。入れないですね。白だしでだいぶ味決まるんで。今やってもう10分置かないぐらいでもう揚げれるんで。本当ですか。白だしだとそういう効果が結構染み込むっすね。普段は毎日稽古も必ずされる。稽古は降りてますよ、ちゃんと。ごめん、白菜と。まだ炒めてる。今日の当番は今日は一番2杯目です。
レシピというかが載ってる。レシピ載ってないです。具材とか。具材と、例えば鍋の材料切り何、炒め物の材料切り何、でそれに対しての買い出し何って書いてあるんで、であんまり味付けできる子がいないんで、その料理に対して、で誰かしら上がってきてやってる感じですね。でもあれなんですよ、夜とかはあんまりやってないんですよね。夜は下の子たちが主体でやるんですけど、うちの部屋外出る子が多いんで、外食多いんで、夜は多分最近はあんまり作ったり作んなかったりですけど、みりんもう一本持ってきて。でも外食もでもあれですか、先輩方と一緒に行くのかとかもあるし、どっか遊びに行くついでにそのまま食べに来たりとか、結構あれじゃないですか。大丈夫や。まあ甘め、ちょっと甘めの。わからんやろ。あの量やったら。平井君は料理はできますか？多少はできるんですけど、人並み程度。人並み程度。できるんかお前。結構僕夜一人で作ってるんですよ。チャーハンとか親子丼とか。おしなのか。あ、ごっちゃんです。夜はちょくちょく作ること多いんですね。はい、結構僕は作ってる。みんな食べないから下の子たち自分たちで材料を使って作ったりとか。何かしら材料もありますもんね。そうですね。雲はあるんですね。あれで醤油と油ちょうだい。とりあえずもうこれ豚チリは完成です。やっぱ野菜仕込んでると早いですね。でも切ってやったらもう楽っすよ。そうですよね。夜前とか夜の例えば夜ちゃんと作るときはその夜の材料切りと並行して明日の昼の分もだから両方それを横道さんちゃんこ長が前日に明日のお客さんが何人来るかとか全部計算してメニューを決めて、そしてまた被らないようにすごいメニューを、それが一番大変だと思います。そうですよね。だからだいぶ腰良くなっていいだね。押し方体の柔らかさちょっと出てきてるけど、いや、まあ意識してるんですよ、だいぶ。最初と比べたら全然変わってある。とにかくだからもう上半身の力を抜くことをもう、だから下半身だけ使ってほしい。味付けどうする？源太陸？何がいい？何味がいい？あれあんま好きじゃないですよ。普通じゃあ塩コショウでいいんじゃない？ガラと。味付けはもう即興なんですか？そうっすね。書いてないよな、味付けなんかとか。野菜炒めしか書いてないよ。塩コショウ味の素、鶏ガラが一番うまい。おはようございます。おはよう。生産でございます。そうです。お手伝いですか？です。こういう時何するんですか？材料をもともと切れてるものを提示したり、でぶっ込むんで、洗い物もすぐしたり。なるほど。そっか、洗い物もね並行して、あと料理できたら運んだりとかですね。できません。できません。できない。ハム本出しごっちゃし。そこにある。袋。もともとうちの部屋は砂糖を結構使ってたんですけど、僕がその親父にみりんの使い方をずっと教えてもらったから、そのうちの部屋基本甘さつけるのはみりんなんですよ。そうなんですね。でそれを僕がちゃんこ長に教えてるから、ちゃんこ長もだから甘さとかはみりんでつけるんだって。じゃあみりん結構多用する。みりんめちゃくちゃ使いますね。一番みりん減るんじゃんぐらい減るよね。酒とみりんね。酒とみりんはすぐ。何が違うんですか？砂糖の甘さだとちょっとくどすぎるっていうか、なんかもう口入れた瞬間砂糖ってわかるんですよ。なるほど。そ
それがあんま好きじゃなくて、肉じゃがとかそんなのはいいんですけど、でも肉じゃがも僕結構ビリ入れて砂糖少なめでやるんで。すごい。みりんってでもお酒の成分で入ってます。アルコールなんで、そうですよね。はい、コクが出るっていうか、全然変わりますね。絶世やん。醤油が好きで、本当ですか。僕ちょっと九州場所終わりなんで、はい、九州醤油でこの山高醤油ってあるんですけど、これがめちゃくちゃ好きで。九州のやつちょっと甘いそうそうですよね。これで煮物とかすると全然違うんですよ。最高です。もうこんなもんでいいですか？よ、味見て。九州でいろいろ調達してそうそうそう、持って帰ってきて、はい、濃い、薄い、薄い、いや、ちょうどいい感じです。佐々木丸さんは、はい、ちゃんこ何が好きですか？水炊き。水炊き。あ、はい、そうなんですね。渋い。渋いですね。一番食えるものあれ。ご飯進むしね。本当ですか？ポン酢好きなやつは絶対いいよな。いや、そうなんだ。ポン酢好きなんですよ。なるほど。あれも見る俺水炊きだ。ポン酢。あ、ポン酢なんだ。片栗ポン酢粉さ、を食うための。下置いたわ。片栗粉空いてるやつと、まだ多分足りひんから。それさ、片栗粉つけるときに。皮目を、そうそうそう、しっかり。横見せに。横見言われたら、しっかりこう。マスターしてるタイプです。マスターしてる、しっかり丸めてから揚げてみたいな。そうですね。パリパリになるっていうか、ね、違うよね。冷めてもパリパリなんですよ。しかもすぐ中まで火通るんですよ。あ、なるほどね。だからもう時短にもなるし、うまくもなるし、一石二鳥。あとだってもう唐揚げ揚げて目玉焼き作って終わりです。テレビでやってるより早いでしょ。早いですね。時短レベル。時短的。でも一手間、ここの唐揚げちょっと丸くするとか、ちょっとした一手間が大事なんですよ。本当にでも白だし漬け込んで、軽く揉んで、この汁気なくなってるじゃないですか。そしたらもう中結構染み込んでるんで、僕が結構ニンニクとか好きなんで、ニンニクと生姜だけ軽く入れて、あとこのしっかり片栗粉だけなんですけど、形しっかり丸めて揚げる。本当だ、すごい。相撲部屋でかいんですよ、唐揚げが。でかいで多分切り方適当なんで。でかい。でもでかい方がうまいけどな。油がなんかキュッてなってない。お相撲さんみんな一口でかいの。ね。飲み込んじゃうんですよみんな。その一手間が時短の鉄です。で僕の出番はもう終わりです。あ、本当ですか？あともう唐揚げこちら揚げて。もう揚げもお任せするんですね。そうそうそう。大体その味付けメインでやって、これ揚げたりとかはできるんで、炒め物とかもこう指示出しながらやったりしてって感じが多いですね、僕は。なるほどなるほど。こちら頑張ってますよ、稽古もバッチリして。それも時短のテクニックです。やっぱ分割すればするほど、なるほどね。それぞれ役割出てくる。そうですよね。でこちら片付けもあるわけじゃないですか。そうですよね。大変だと思うんですけど、だからこそ強くなろうって決まりだな。大変されてらっしゃる。幕下が今場所4人、4人。3段目4人、 4人。で序二段が13人。序二段めっちゃ多いよね、今場所。なるほどなるほ10の口いないです。ど。うん。一回上げてください。で揚げてる時に、ちょっとこう空気なんかこう入れながらこう僕はやるんですけど、そうすると一回こう外出るんで、なんか二度揚げじゃないですけど、二度揚げしなくても結構パリパリになるんですよね。ちょっと上に上げてから。そうそう、ちょっとこう空気こう混ぜながらじゃないですけど、僕はなんかそうやってやってます。こういう合ってるかどうか知らないですけど。それ細かいテクニックみたいなのはもう自分で何分考えてやるのか、まあ親に教えてもらう。いや全然こんなの教えてもらってないですね。そうなんですね。時短でやる上で何が必要なのかとか、やっぱこう
稽古終わってで今日関取市で降りてないですけど100周年のあれなんで、でもその稽古あったら終わってお風呂入って関取が上がってくるじゃないですか、その時間計算しながらなんかこう料理作ったりとかもうやってるんじゃないですか。巡業組はまだ戻ってきてないんですか？いや帰ってきてるんですけど、21連勤でずっと休みなしプラス昨日も番付発表で、朝早起きだったから親方は多分今日休んでいいよって言ってるんじゃないですか。上も結構広いですか？上はあれです、部屋分かれてるんですよ。なんか大部屋じゃなくて5人部屋とか4人部屋が何部屋かある感じなんで、下の子たちは結構あれじゃないですか。やっぱねみんな一緒だと、まあ何かしらやっぱ気ぃ使うことはあると思うんですけど、そうですよね。自分の部屋じゃないですけど、あれ一番最初あっちの部屋やった入った時からもう自分のこっちやったあ、いや、最初はあっちやった最初向こうに見学っていうか体験しに来てた時もその5人部屋みたいなのは番付で分かれたりする？いや、それはもう最初この部屋建てた時に親方の割り振ってやってました。だからなんか新弟子同士が固まるとかはないと思うんですけど、だから多分その部屋の各兄弟子が、しっかり、見てやれよじゃないですけど、でもうちの部屋はそのやることをちゃんとやってればなんかそんな言われないんでね、結構自由な方は自由だと思うんでいいの持ってきましたね。皮目が外に来て全然違う。後で聞いてみてください。そうそう、やっぱもう具材多いんでつゆ少ないとやっぱこう火加減気にしながらやんなきゃいけないんですけど、つゆ多くしとけばもうパーって炊けちゃうから、それも時短ですね。焦げることがないですよね。そうです。普通の人もできるじゃないですけど、そうです、真似できる。別に難しいことしてないんで、本当にスーパーで買えるものしか使ってないんで。結構な量あるっすね。いや、こんなん少ない方っすよ今日何キロ？6キロ多い時8キロとか10キロぐらいお客さんとか多い時とかもっとやりますよ。これが高さも代々伝わってきてるやつなんですか？いや、その味付けとかはこれ部屋の先輩に教えてもらったやつですけど、揚げ方とかは僕とかちゃんこ長がいろいろ工夫しながらなんかやってますね。これ朝シールさんと朝新庄さんが開発したレシピ。もうほぼほぼ新庄がいろいろやってて、それを僕が指示に従ってやってるみたいなんですよ。料理するのは僕好きなんですけど、なんかメニュー考えるのあんま好きじゃなくて一人で食べてたら適当でもいいですけど、みんなの食事なんで。このでかいですよ。僕ですか？最初どれぐらいあります？160ぐらいです。いやいや、もっとでかい人いますよ。でもでかい方じゃないですか。いや、だから佐野山関も相当でかい。カパルスからね。お前は？なんかでもちょっとおもろいのとかやりたいですよね。もらえるやつね。外にドラム缶置いてジャークチキンやったりとか。ああ、面白い。福岡の九州場所の時とかはもう七輪とかバーベキューコンロを出して、でそこでもう肉焼いたり魚焼いたりしてやります。だからもう地鶏買ってきて、もう地鶏こう焼きながら、焼肉じゃないですけど外で、もう関取朝乃山関とかも中でちゃんこ食べずに外でそれ一緒に食べたりとか。宿舎どの辺にありますか？九州甲子園町ですね。ペイペイドームの最寄りですね。めちゃくちゃいい。はい。疲れた。今日でもいい稽古できとったよ。はい。立ち合いもだいぶ当たりとったし。はい。今日はゆぶゆぶですが、はい。クリスマスの予定ありますか？今日クリスマスは僕いないんでいない。いない。どこ行くんですか？いないんで。だからなんで同期と過ごします。ああ、仲良く。はい。一緒に過ごす人がいないから同期と一緒に過ごす。同期と一緒に過ごします。同期の男の子と一緒にね。はい、そうです。
同期っていうのは部屋のはいそうです。誰です砂坂です。テロップ出してもらえ、募集してますってこうテロップ出してもらえ。募集してます。募集してます。何するんですか？そうですね、彼、ちょうどクリスマスの日、その電話番って言って、新弟子の仕事があるんですよ。ピンポン受けなきゃいけないんで、部屋にいなきゃいけないんですよ。だから仲良く部屋にいます、砂坂です。クリスマス電話番です、あいつ。うわー、いいじゃん。レイジ唐揚げいける？いけるってよ。お願いしていい？はい。あ、来た。あ、ごめん、座っていいよ。あ、大丈夫。タオルで。僕がこうやって揚げ物投げたりするんで、はいはい、この料理したりとか、なんていうんですか、味付けはあんま分かんなくても、揚げ物に特化してるやつとか、卵焼きめっちゃ早くてうまく巻けるやつとか、なんかそういう特化したやつが出てくるんで、ちょっと何かしらこうやっぱやってもらわないとちょっと覚えていかないんで、まあ僕もやりながらですけど指示して、稽古場ではやっぱちゃんとね、やれよって声出してくれるんですけど、私生活に関してはちゃんとやってる子は何も言われてないと思う。でもやっぱこうだらしなかったりとかしてると、やっぱおいもうちょっとちゃんとしろよとは言いますけど、それぐらいよね。結構真面目にやってるんで。すごい雰囲気がいいですよ。雰囲気いいっすか？暗い雰囲気じゃないじゃないですか。はい。出ろ出ろとか、結構僕とかも声出すんで、素人で入ってくる子が多いじゃないですか。で素人が入ってくる子に足を前出せたって言われても分かんないんで、まあ、そこでもっと噛み砕いて教えてあげれればいいなとは思うんで。カーズにハムって呼んでますけど、ハム君になんでハム？なんでハムって？LINE の名前がもう本名春安なんですよ。なんかその LINE の名前決めるときにどうしようかなと思って、ハムスターのハムかと思ってハム安にしたんですよ。そしたら高校でハムって言われて、高校からもハム、あだ名がハムだった。なんでハムスター好きなんですか？普通になんか可愛い動物やな。ちょっとハムスターっぽく見えてきたわ。違うっす、あれっす。飯ちょっと弱いんですよ。飯食ってここ溜め込むんで。あ、そういうこと。確かに溜め込むんです。カワスミっていうのハムって呼んでるんで。そうなんですね。親方もハムって呼ぶんだね。そうなんだ。親方がハムって言い出してみんなハムって何みたいな。で LINE 交換したらそういうことねみたいな感じでみんなにハムって言われる。稽古中のガチな雰囲気の時も、ハム出る出る。親方が結構言うんで。じゃあもう YouTube 上でもハムで行くしかないですね。視聴者さんみたいな。次からハムかっこ朝かわすんで。あだ名ありきで。夜ちゃんこやらないんでしたっけ？夜はあんまりやんないです。夜だから下の子とか何人か連れてって飯とか言ってもおもろいかもしれない。外食とかね。じゃあクリスマスの予定は？で、クリぼっちです。クリぼっちか。女の子と電話。一番楽しいやつ。ドンマイってやつ。目悪いんで。稽古中はコンタクトにして外して。そればっかりつつね。平井君はなんて呼ばれてるの？みんなクソザコとかクソザコとかサボリマンとか。平井君はクリスマスの予定は？クリスマスはちょっとまあまあ一般なしでこの一般なんでね、誰もいないんで。だけどやっぱ16歳17歳とかってなってくると相撲好きな人がいないんで、地元の人が多いし。なるほど。はい。俺はあるのね。これ唐揚げぼっち上げて振動くるんですよ。なるほど。はい。それ来たらちょうどもう中もできてるっていう合図なんで。ジューってきてるんですよ。それを感じ取るぐらい。ス
きなもういいね、そういう意味で、あれ、そうですね、もう自分あれの基本的にラーメン。白いやつや。ラーメンはい。ちょくちょく自分ラーメンお前、食べてて、意味ないんで、浅草の方に行きつけのラーメン屋あるんですよ。ここに乗るのはちゃうで、また。ここのタイタンラーメンがめちゃくちゃうまいんですよ。部屋でラーメン作りしないんですか？ケツはようやってる。いや、ちょくちょくやるっすよ。ありますでも全然できないです。それやで。結構カップラーメンめっちゃ美味しいですね。だから、やる。ポン酢するかな。ちゃんぽじゃない。ちゃんぽじゃないっす。チリ。ポン酢だけ、水だけっす。絶対こっちの方がうまいと思うんですよ。何味？何の味？水だけっす。これ肉じゃが。一般家庭。東京駅でそばおばあさん。そう。肉玉そばああ、東京駅行ったそう。うまいっすよ。うまいうまい自分帰省するとき絶対食うっす。こっち側、錦糸側の。シコヤもあるそうそう。なんでその渋谷が遠いと思ったの？新海よけど。いやだっていや、まあ、そっちの方が大関飯食うんすか？ほらこれ貸したいなんで貸してるんですか？こんなやるから置いちゃおうかなこういうやった方がいいレッド買うのか飯食うのかそれで買って聞いちゃえ頼んだ。もう飯側の。僕らからしたらもう変わらないんですよ親方のつまみ食いめっちゃうまい。おおマジうまい。本当よかった高砂部屋は醤油とかも使わずに白だしとかを使うらしいです白だしが多くて、でその砂糖とかあんまり使わせないようにしてるんです。ああ砂糖はい。教えてました結構砂糖使うのがあるんですけど、それをやめてもらって、もうさらに美味しくなってるんですよね。みりんをよく使うらしい砂糖じゃなくてそうなんですよ。これ白だしとみりんとなんかいろいろね。マジをどう？うまい。なんかヘルシー。そうよ。本当美味しい。これ焼き方によるらしいですよ。揚げ方、唐揚げの揚げ方ね。皮を外側にして中でこう丸く締めてみてください。こうぐるっと丸めて、揚げ方があってある。で、ちゃんことかやるのと違うとやると違うんですか？違うんですよ。違うんですか？食べたらこれ誰がやったかって分かるぐらいですね。すごいダイエットしたいんだけども、いいかもしれない食べてみて。あとちゃんと食べて買ったら。ありがとうございます。僕もやっぱ0時です。今日誕生日ですね何歳ですか？28歳。今年に、いや、21です。21になっちゃっていいですね。おめでとうございますいえ、取りたくないですね。聞き心地は、ぶつかりはめられるんで。愛でしょ言わないですよ。はめられたくない。やっぱ黙ってるんですねちょっと黙るんですよ。でもみんななんか把握してそうですけどね誕生日はで、今回自分は把握されたので、ちょうど握れです。そうなんですね。はい、ちょっと一個これ。よかった誕生日今日は何するんですか推し活でもしようかな。推し活ああいいですねもともとアニメが好きなんで、ああそうなんですねそのアニメのキャラを推してて、それをやろうかなと。これいつでもできるじゃないですか。ちょっとせっかいパッパちゃったよ君。包帯ぐるぐる巻きで。お、ええやんけ。ちゃんと取ってくださいこれ。すぐ毎日ね撮影しなくてもこれ来るじゃないですか。YouTube 来てるから調子こくない整形してすごいですねはいいただきます法務部長が YouTube やってるそういう機会があったらもしその場と加えて
2時間ですか？2時間ですよね、飛行機。2時間半ないね。何が？マジで？さすがにかわいそうでしょ。俺ら全員裸やだよ、これね。すごい家も。2時間ですよね、飛行機。2時間半ないね。それもあるから。そんなもんなんじゃない？月、例えばこの辺からこう。そうですか。そうだったら逆にありなんですか？いいよ。それは結構決めてると思う。あ、話じゃないですか。YouTube の自分もいっぱい。どうしたんですか？どうしたの？アホなのかな？嬉しいやん。そこでもう一回戻したらもう寝た。ニンニクのメイン。誰やろ？今日何しんがだから。かすみさん。何だ。高田は。うん。真剣に言ったんですか？めっちゃ楽しみや。そうだったら私の腰を楽しみやね。ボイコットしてる。言ってる。運動してる。20枚みたいな投げすぎやってあれで。だよ、無理なんで。なんで自然入ったんだ口に。ってなったら弾けるよね。体重戻すのがやっぱりあんまね。北の角度が北朝鮮。147しかない。あれですか。それも分かる。東西韓国は一切記憶をたどって
ごめん、箸投げて。ごめん。ラーメン好きなんですか？いやまあたまにたまに。太り飯的な感じですか？そうです。また。ありがとう。とりあえずトッポギ本場のトッポギ食って生レバー生千枚食って腹壊して寝込むでも韓国ってさ、テーマパーク系も熱いじゃん。みんな好きやろ。やっぱ遊園地なんだよロッテが強いわ私油でも決まりたい。油系餃子いるんですよ35まで行って胃もたれしてるでも普通だよ、韓国絶対胃もたれ。油あるもん。でもレベロガと生レバー絶対食べるから絶対持って渋谷とか新宿みたいな伸びるような、再生数伸びるような食べ方。今のいい取れ高っす。いいですよね。ちゃんとだって海外の力のあるおばあちゃんわがままクラブだ俺もだ運用した時におお、いいね。ほんまにパーセンテージでもらっていいですか最初払ってくださいでも画像を作る動画を作るうまい。サムゲタン。ついでちゃんといっぱい。いや、みなと俺がになる機会。お前辛いの？最後ちゃんと辛いの？こっちで辛いわ言ったら辛くで、作るとそもそもレベルが違う。でも俺は座敷座ってるじゃないですかそんなのそれまでの乳首映画も撮影してるのよなんか映画っていうかどうしても韓国料理とか絶対一緒の画像撮って動画撮ってて親方に焦点もうリサーチで美味しいですかうどんっていう料理高見盛りのさうちの東のチャオチョが「親方飲んでない!」って「親方飲んでない!」って一生懸命持って追いついで一緒に乾杯して結構うちの部屋古いところは残ってるから